めちゃくちゃ可愛い。もうめちゃくちゃ可愛いです。いやもうね、反則でしょ。もうピカチュウやん。車も主役なんだけど同時に自分も主役になれる。でそれはなぜかというとやっぱりデザイン力なんですけれども、はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆきです。見てください。やっと乗れました。お待たせしました。というわけでですね、アバルトの 500e ツーリズムを今日はご紹介してまいりたいと思います。今日はですね、ジャイア試乗会のパート2ということでですね、こちらのアバルトをご紹介してまいりたいと思います。私もすごく気になってたモデルではあるんですけれども、なかなかですね、やっぱり EV なので乗れなかったんですけれども、やっとお届けする機会が参りました。ちょっとここまで乗ってきただけですごかったんですけども、とにかく可愛いのでエクステリアとそれから使い勝手からいきたいと思います。そしてこの次にですね、試乗動画をお届けしますのでぜひご期待ください。それでは今日も最後までご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。はい、それではエクステリアです。チャイム鳴ってますけども気にせずいきます。めちゃくちゃ可愛い。もうめちゃくちゃ可愛いです。この500シリーズ全体的にめちゃくちゃ可愛いんですけれども、それがまたもっと可愛いみたいな感じで、ちょっとねやっぱりライト周りの表情から見ていきたいと思います。まさにピッカーですよね。いやもうね、反則でしょって思うんですよ。この下半分の目に上ちょっとアイラインみたいな感じでここ装飾を入れてあるんですよね。だからライトのユニットとしてはですね、この半円形のこのユニットだけなんですけれども、500が持つこのオーバルの形っていうのをすごくデザインのアイコンとしてうまく活かしてます。でその中でエッセンスだけをすごく綺麗に抜き取って新しい解釈で入れたらこうなりましたみたいな。何これで、この丸も何これ、もうずるい。これはチンクにしかできない、フラットにしかできないデザインだと思います。だからそれをうまくこういう風にエッセンスとして使ってくるのがやっぱりイタリアンデザインってすごいなと思うんですよね。光らせてみます。はい、今ライトを点灯させました。右ウインカー、左ウインカー、ハザードです。もうピカチュウやんっていうね、本当にこのほっぺでこの丸に光るっていう、もうずる、本当にこれだけでもう好きになっちゃうみたいな感じがしちゃいます。でこのライトの光り方も実はですねすごく戦略的で、はい、見えますかね。このライトの中にほらこの環状にですね3本のね線が入ってるんですよね。でこれがこうやって見るとちょっとずつですね幅を変えてこう広がっていくようなラインをそれぞれ作っているので、すごく広がりがあるように見えるんですよ。で真ん中のライトのユニットがこう瞳感というかね、アニメキャラみたいな本当に目っていうのをですね表情として持たせるぐらい、怒ってるようにも眠いようにも笑ってるようにも見えるでしょ。こう見る人が見方によって見るとどこから見ても表情が変わっていくような、そんな感じの顔になってるんですよ。でこれがもうアートみたいって思っちゃいました私は。これだけでその各国のね評価がすごく高いっていうのを、もうこのカーデザインだけで納得させちゃうっていうところの強さっていうのを今こうやって目の前にすると余計に感じます。はい、そしてですね真ん中にはこのアバルトっていうですねこのロゴが入っているのもまたすごく近代アートっぽくていいですよね。でアバルトのもちろんロゴも入っている。だからクラシカルでありながらちょっとアナログチックなんですよね。だから電気自動車だからこそちょっとアナログチックな味付けをしているっていうところがこの500e の新しさにつながっているかなとも思います。はい、そしてですねこの下の部分ですね、このディフューザーのところ、はい、ここです。こんなとこで白入れますかっていうね、もう汚れるやん。だけどここに白を持ってくることでこのポップアートみたいな感じの魅力がまたすごく引き立つんですよね。で日本のナンバーがまた白なので、なんかこの辺もう大体ね日本のナンバーつくとかっこ悪いけど白のナンバーついてもかっこいいっていうこのバランスの上手さだから、欧州ナンバーのね横長のかっこいいナンバーじゃなくてもこんだけデザインいけてますよっていう、すごいこんなこと他の車ではできなかったんじゃないかと思います。でこのハニカムの穴もこの辺もですねとてもグラフィカルなんですよね。でそういうところもですね、はい、全体的な魅力としてすごく目を引くポイントでもあります。ここの下の部分があることでめちゃくちゃデザインがギュッて締まるんですよね。はい、そしてサイドビューです。
もう横に立つだけですごく引き立つ。車も主役なんだけど同時に自分も主役になれるってなかなかない個性だと思うんですけれども、この車なら叶うなっていう感じがしますよね。で、普通のエンジンの500と何も変わらないはずなのにすごく違って見えるっていうのもやっぱりその辺もすごいんですよ。やっぱりそのタイヤがボディがすごくちっちゃくておにぎり型になっていて、タイヤが四隅に配置されていて踏ん張り感があるっていうのを横からも感じます。はい、タイヤホイールもですね、真ん中にこのキャップが、アバルトになっていて、このアバルトがですねストライプの電動スコーピオンになってるっていうのがですね、またここもすごく憎い部分ですよね。で、ホイール自体はアバルトらしくかなりですね硬質なこうガツガツした感じのですね独特のデザインになってます。なんですけれども、全体的なこのガツガツした印象とこの丸みのあるボディっていうのがですねミスマッチなのにマッチしているっていうですね、この辺も甘辛バランスのうまさっていうところをすごく感じます。この電動スコーピオンですよ、この稲妻マークを背負ってですね非常にアイコニックです。もうロゴとして完成されているなという感じがします。もともとそのスコーピオンっていうそのサソリのマークをうまく使ってきたメーカーではあるんですけれども、こんなポップにしかも伝統を崩さずにイメージを崩さずにこうピリッとしたねデザインにしてくるっていうところもちょっと心をハッとつかまれるところですよね。はい、そしてリアビューです。今回ですねカブリオレということもありまして、ここがキャンバスになっています。そしてボディがですね前から見る以上に後ろから見るとよくわかると思うんですけれども、三角のおにぎり型をしてるんですね。だから上がすごくすぼまっていて下が広くて、だからその車の挙動としてもすごいベストハンドリングを叶えているっていう面白い形ではあるんですけれども、その分殺してるところもいっぱいあって、なんですけれどもこの車はすごく売れてるっていうですね500のセオリーっていうのをこの車を見るとリアから見ると一番感じるんじゃないかなというふうに思います。デザインもはい、このアバルトのロゴなんですけれどもマットブラックなんですね。でそれがここの樹脂と色が合っていてすごく統一感があるんです。さらにライトが光るともっと可愛いので光らせてみます。はい、今ライトが光っていますしブレーキ踏んでます。そしてハザードです。はい、この字型にチューブ状に光るのとその中にですねライトが点灯します。そしてもう今ですねエンジンかけたって言ってエンジンじゃないんですけれどもエンジンみたいな音しますよね。このサウンドもオンオフできますけれども結構しっかりしたアバルトサウンドが聞こえています。聞こえますか？ちゃんとこのテールパイプあたりのところから音が聞こえるようになってるんですね。はい、それではそのまま投げ地いきたいと思います。こんなですもう超可愛い蓋の中にもう後ろにですねこのチャージャーが入ってると他に何も入んないんじゃないかぐらいの感じなんですけれども、このですねチャージャー、はい、こういうのをですねちょっとほら500いいのねちゃんと可愛いのも入ってるんですけれども、これをちゃんと配置すると実はですね小型のガラガラぐらいはこう工夫しながらね入れられそうな感じもして意外と入るやんっていう感じなんですよ。っていうかチンクは何がすごいってちょっと思わず今 A 型が出ちゃいました。整理しちゃいましたけれども、このパッケージに漏れず室内がめちゃくちゃ広いんですよ。なのでちょっとインテリア行きたいと思います。さあそれではですねこちらも注目のインテリア行きたいと思います。もうねドアを開ける前からここにもスコーピオンがいるのでもう横に立つだけでなんかちょっと毎日元気になれそうなその元気ねもらえそうな気がします。はい、実はですねこの、チンクエチェントのシリーズではあります、アバルトの 500E なんですけれどもフィアットの 500E とですねかなり共用している部分が多いですけれども、ここもう結構しっかりと樹脂なんですよ。で樹脂ってやっぱり、イコール安っぽいみたいなイメージある人が多いと思うんですけれども、チンクがうまいのはこの樹脂が全然安っぽく見えないところなんですよね。結構大胆に樹脂使ってます。でなんですけれどもこのドアノブの中にメイドフロムトリノっていうねチンクの絵が入っていたりとかで、ここに電動のラッチを入れたりとか、それからここにですねここだけレザーになってますけれどもここにソフトを入れてそれから2色のステッチ入れたりとかすることによってですね上手に質感出してるんですよね。なのですごくプラスチッキーでありながらも安っぽさを感じないっていう工夫がすごいです。これもデザイン力だと思います。さあそしてですねシートです。シートはやっぱりアバルトですので非常にいいシートが入っています。サイドサポートが立った、ヘッドレスト一体型のですねスポーツシートが入っているんですけれども、そちらもですねここにアバルトっていう文字が入っていて、それからスコーピオンが入っている。ステッチも2色使われていてブルーとイエローです。でここにアルカンターラですね、表皮はアルカンターラでこの
グラフィカルなところがですねすごく綺麗なんですけれども、このサソリマークをですねすごいアップにして1箇所だけ抽出して絵として使ってるんですね。なので全体的にすごくアートっぽい、例えばジオメトリカルな柄みたいに見えるんですけれども、実はスコーピオンみたいなねアートみたいな仕掛けがされています。もちろんグリップ性もすごく高いので、見た目とそれから性能をうまく両立させているなという感じがしました。またここはですねシートのリクライニングをさせるためのものなんですけれども、これもこのループ状にしてあったこのリングでちょっとデザイン性を持たせているっていうね、正直機能としてはですね両手が必要なので、本当はレバーの方がいいのかもしれないんですけれども、とっても可愛いっていうね良さがあります。だからやっぱりデザインに勝るものはなくて、こういうところを見て欲しいな、いい車だなって思う人もいるっていうところをすごく上手にくすぐってきますよね。はい、そしてですね、乗ってみましょう。はい、乗ってみるとですね、ここもすごい樹脂です。実は樹脂パートがすごい多いです。なんですけれども、ほら全然安く見えないでしょ。で画面上安く見えないんじゃなくて、実際に実物を目視しても安く見えないです。でそれはなぜかというとやっぱりデザイン力なんですけれども、こういうところにちゃんとアルカンターラを、適材適所でうまく使っているっていうことで、ここに樹脂ではあるんですけれどもちょっとつるっとした樹脂を入れていて、同素材なんですけれども異色を使っているってことで、ここに500のね文字があったりとかして、すごくデザイン的に凝っているということで、この丸い中に下にですねエアコンのルーバー組み込んだりとかして、ここも機能とうまく両立させていることね、やっぱりこう晴れと毛みたいな、わびとさびみたいな感じでデザインの駆け引きがすごく上手ですよね。でステアリングはですねガングリップ形状になっていて、これもアバルトですから、ここは、グリップがあるようなアルカンターラになっていて、ここはリアルレーザーになってます。そしてセンターが分かるようにですね、ここにセンターのマークがついていて、真ん中にはスコーピオンが入っていると。で、エイダスはこっち、それからこっちにはですねエンタメ系ということでですね、ステアリングもすごくシンプルかつ高級感があります。はい、それではスターターをしてみます。今一瞬ですねアバルトで出てきましたけれども、このようにですねアバルト JBL のマークが出てきて、ちょっとこうチラチラしますけれどもね、目視するとすごく綺麗に見えているのでご安心いただきたいと思います。サイドも十分です。でちょっと今なぜか暗いかというとですね、さっきライトをお見せするためにライトをオンにしていたので夜モードになっていたんですけれども、昼モードにするとこんな感じでしっかりとよく見えます。でこのメーターもデジタルになりましたし、すごく小さいので見やすくもあります。こちらのメインディスプレイもですね機能が全部集約されましたので、とにかくとてもすっきりしましたよね。で例えばですねさっき電気自動車なんですけれどもエンジン音みたいな音しましたよね。でそういうのも設定できるようになってます。オフするように設定できたりとかできますので、その辺もこの辺でこの画面上で調整できます。そしてこの辺なんですけれども、チンクエチェントと大体同じです。トグレスイッチで必要なものはですね全部独立しているので、ここも使いやすいんじゃないかなと思います。そしてここなんですけれども、非接触充電なんですが、多分ねイタリアの街並みをこういう風に表現してるんですよね。なのでここもちょっとアートみたいな感じでとっても可愛いです。で USB をタイプ A、ここは C 欲しかったかなっていう感じもします。そしてシフトのボタンなんですけれども、このように並んでいます。これによってこの辺が何もないのでとってもすっきりしていて、また広々しているというのもポイントだと思います。ここにドリンクホルダーがあって、キーはこのような丸い形、卵型のね可愛いですよね。そしてここにですね操作系がありまして、ボリューム、それからモードを変えられます。でこのパーキングブレーキなんですけれども、オートリリースされるものではなくて自分で押して解除しなければいけないという煩わしさはありますので、こちらの方は気をつけてください。そしてこの中なんですけれども、これスライドになっていて、中にはシガーソケットとタイプ A とタイプ C がありますし、少ししたちょっとね深い物入れっていうのもあります。そしてこの2レストなんですけれども、前後にスライドして使いやすいものとなっています。とにかくですね本当にボディのカラーがちょっと見えていたりとか、視覚的にとてもポップですよね。かつ高級感をちゃんとつけているというですね、すごくいい車作りのですねお手本みたいな車じゃないかなって私はいつも思ってるんですよね。そして今回ですね、じゃじゃん、ガバッと下まで開きますので、ほらすごいね、こうすると実は後方視界がすっごい悪いんですけれども、めちゃくちゃ
上がもう本当に切り捨てられたみたいにすごい開放感になります。後ろから見るとこんなに屋根が開いている状況、この辺もですねすごく開放感っていうのを感じさせる、とってもこう心が湧き立つような、その車選びがね楽しくなっちゃうような、ドライブを楽しみになるような、そんな感じのねイタリアらしい演出とも言えるんじゃないかなと思います。はい、というわけで今日はこちらアバルトの 500e ツーリズムをご紹介してまいりました。いかがだったでしょうか。もうね見た目だけでジャケ買いしちゃう人いるんじゃないかなと思います。しかも600万台というですねかなり戦略的な価格で出てきているっていうのもですね魅力でもありますよね。はい、というわけでですねこちら EV ということで走りの方も注目しております。次回に走りをお届けしてまいりますのでこちらもぜひご覧ください。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆきでした。バイバイ。